はい、皆様こんにちは。シングルシンガポールライフですが、今回の動画はですね、シンガポールからヨーロッパに移動する際に、シャーメンエアラインズ使ったんですね。利用させていただいて、で、その続編になりますね。シンガポールシャーメンはね、前回ご報告させていただきましたけども、今回はシャーメンパリのビジネスクラスのね模様をお伝えしていきたいと思います。シャーメンエアラインズね、夜中発はこのように4便あるみたいですけどね。で今これ僕撮ってるのが、おっさんが撮ってるのがですね、ラウンジどこにあるのっていう話なんですけど、入ってイミグレ通って右手に2箇所ありますよっていう案内になってたんですが、どうやら違うというような、なんか入って右手に1箇所左手に1箇所みたいな感じですよね、この表示だったら。だからこのディスプレイに関してはちょっと表記間違ってんじゃないのみたいなね感じでどうなってんのかなみたいな感じでね思ったのでちょっと撮ってるんですけどね、修正した方がいいんじゃないかなとは思いますが。でね、シャーメンエアラインズの、ラウンジに今向かってるとこなんですけどね。8時過ぎて、今これ多分9時前ぐらいですかね、8時半ぐらいだと思いますけど、そんなにね大きくはないんですね。国際線自体が、ターミナルがそんなに大きくなくて、そんなにお店もねないんですけど、ただね、これラウンジあれこれどこにあんのかな、地下じゃない、地下じゃないですけどね、簡単に言うと地上1階に降りていくような感じだったんですけど、こんなとこにあんのかな、えらい暗いぞみたいな、あれこれどこにあんのっていう感じで探してたらありましたね。一番奥にありましたっていう感じですけどね、なかなか珍しいですよね。こういう地上1階にラウンジあるってなかなか珍しいなとは思いましたけどね。こちらがシャーメンエアライン、エアラインズのビジネスクラスラウンジになります。はい。で入ってみてね、第一印象としては何でしょうね、なんかちょっと大きな食堂みたいな感じに私は見えました。はい。でスープがあったりとか、おかゆがあったりとかね、ちょいちょいと食べ物があって、そんなにねなんでしょうね、メニュー自体は多くなかったですかね。やっぱりね中国ですから完全に中華料理メインになっちゃうっていう感じにはなりますけど、でここにねちょっと取ってはないんですけど、ヌードルバーも一応ありましたね。蘭州ラーメンですね、中国の蘭州ラーメンのヌードルバーも一応ありましたけどもね、利用客は結構多かったですね。結構混雑してましたけどね。で一応辛いもの以外は、取ってまいりました。これエビの炒め物ですけどね、面白いですね。撮ってる時にすごい、2,3 人列ができてたんですけど、みんなエビ中心に撮っていくっていうね。なので僕が撮る時はもうエビほとんどないよみたいな、野菜しか残ってなかったみたいな感じですけどね。なんとかエビかき集めましたけど、味の方は見たまんまな感じ。今これ映してるの難しい表現なんですけど、これ実は麺類です。もう麺類というかね、もう切れまくってましたけどもね、かなりのやわ麺でしたけどね。はい。4種類お味の方は中華料理なんでね、外れなしっていう感じです。全て無難な味付けね、広東料理風の味付けでしたかね。はい。でこれがリクライニングシートっていうよりもマッサージ機なんですけどね、故障中ということでね、修理中っていうんでしょうね。で結果的にね今からボーディングするんですけど、なんとね3時間ぐらい遅れたんですよね。トータル0時5分発が結果的には、3時5分発みたいな3時間のディレイでしたかね。
ラウンジ使えてよかったなっていうね。もう本当この時間帯店も開いてないんでね、ラウンジ使えなかったら結構しんどかっただろうなと思いつつ、今ボーディングしておりますけどね。一応優先搭乗、シャーメンの空港はね、優先搭乗があります。シンガポールはね、優先搭乗らしい優先搭乗がなかったのでおっとは思ったんですけどね、本拠地でありますシャーメンは、優先搭乗がありました。でね、登場しましたけれども、この機材もね、シンガポールシャーメンと同じ機材、ボーイング787ですね。で、座席番号も僕はわざと同じにしました。15A という座席なんですけどね。なので、全く一緒の座席ですよっていう感じです。機材も一緒、座席番号も一緒なんでね、全く同じシートになってますけどね。で、シャーメン航空この機材ね、787のビジネスクラスの、レイアウトコンフィギュレーションは、121ですね。ヘリンボーン式のシートになってますけども、最近はね、個室型も増えてますしね、いろんなパターンのビジネスクラスありますけど、基本的なね、ヘリングボーン式のシートになってまして、で、長距離路線ロングホールフライトは、シャンパンが一応置いてましたね。シンガポール発の分はね、シャンパンはなかったですけど、ロングホールの場合はシャンパンをちゃんと置いてましたよということで、酒飲みおっさんね、順調にシャンパンをいただいておりますけども、でこれがアメニティですね。シャメエアラインズのねロゴが入っておりまして、基本的なセットでしたね。今からお見せしますけども、こういうものが入ってますよみたいな感じですね。アイマスクだ、歯ブラシだ、櫛だね、あとお口クチクチモンダミン的なねものが入ってましたけどね。はい。で、これが機内食ですね。これ置いてなかったんですよね、座席に。で座席に置いてなくて、これなんで撮ってるかっていうと、もらおうと思えばもらえたようです。何言ってるか分かんない場合はメニューちょうだいって言えばこれもらえるみたいですね。なので到着の1時間前ぐらいにちょっとこれ見せてくださいって言って今撮影してるんですけどね。メニュー的にはこんな感じになってまして、メインはね、中華料理で2種類選べる。でもう一つはウエスタンっていうのがあるので、ベジタリアンの方じゃなければ3つのうちから1つ選ぶというような、ね感じになってましたけどね。はい。で、飲み物も一通り揃ってはいます。で結構熱心なんですよね。熱心というか前もね前回の動画でもお伝えしたんですけど、スタッフの方、キャビンアテンダントさんのホスピタリティが結構ね一生懸命、やってくれるというかね、一生懸命な方たちが多いので、いろいろ料理の説明とかね、これがおすすめですとか、いろいろ教えてもらえるとかね、勧めていただけるんですけどね。なんかそこはねやっぱシャーメンエアラインズいい、ホスピタリティ素晴らしいなって感じてるとこだったんですけど、で結局私が選んだのはね、ウエスタンの方でメインを選ばさせていただきました。てなわけでね、今、プッシュバックが始まっておりますけれども、いよいよシャーメンね3時間遅れの出発となります。
離陸しまして、約1時間後ぐらいかな、もう3、40分後かもしれませんけどね、もう早速機内食始まりましたよということで、ワンプレートで出てきます。僕が選んだこのウエスタンはですね、鴨ですね、ダックのローストになってましたかね、メインはね。中華料理の方は、魚か肉か選べるっていう感じだったと思いますけど、僕がシンガポールシャーメンの路線でね、なんでしょう、中国の牛肉をセレクトしたので、今回はウエスタンで行こうということで、今こちら飲んでるのがミネストローネスープですけど、美味しかったです。はい、普通に機内食としてね、ミネストローネスープ飲みました。で、こちら、エビとアスパラガスの、これ前菜ですね、前菜になりますけど、これもなんて言えばいいのかまた難しいですけど、見たまんまの味付けです。はい、見たまんまですね。そこそこっていう感じで、これがメインのね、鴨のローストですけど、これはあれですね、脂身と赤身っていうんですかね、赤身じゃないですけどね、肉質の部分、ちょうどいいバランスで、美味しくいただいておりますが、ちょっとね、全体的になんですけど、ミネストローネスープ飲んだ時にと思ったんですけど、もうちょっと温かい方がいいなとは思いましたね、全体的には。なのでもうちょっと温かいとこの鴨も多少もうちょっと柔らかく感じるかもしれないなとは思いました。なので結構歯ごたえしっかりしてるようなね、鴨肉の密室でしたけどね。でこれがズーチーですね。困った時のズーチー、ワインのあてみたいな感じですけどね。でこれパスタはやっぱね、機内食のパスタって難しいですよね。茹で加減抜群っていうのなかなかないんでね、難しいですけど、味付けは、この添えてある副菜にソースがかかってたので、そのソースと一緒に食べるような感じでしたけどね。はい、全体的にやっぱり日系だ S 級だとかね、そういうとこと比べちゃうとって感じにはなりますけどね。ただ例えば中国東方航空だとか、そういうところの機内食と比べればそんなに中国系っていうことですので、そんなに遜色ないのかもしれませんね。はい、美味しくないとかいうのはやっぱなかったんで、グレードが高いっていうほどではなかったんですけど、そこそこ、食べれたのかなというような感じですね。で最後はね、安定の、ハーゲンダッツということで、夕食、機内食1回目終わりまして、急に切り替わりましたが、これが朝食メニューですみたいなね感じで、朝食メニューもね、中華かウエスタンかで選べましたので、ウエスタンをね選びましたけど、朝食メニューとしては結構品数が多い方かもしれませんね。意外になんでしょう、朝食メニューで僕コーンフレーク出てくるの実は初めてだったかもしれませんけどね。で、これがブルーベリージャムつけてパン食べてますよみたいな感じですけどね。あれ、朝なのにまたシャンパンが来ちゃってるみたいなところもありますが、全体的にね、なんか朝食の方が僕はちゃんとしてるなっていう感じがしました。メインの先ほどのね機内食、1回目の機内食よりも朝食扱いのこのメニューの方がなんか他のねエアラインと比べてもそんなに遜色ないかなみたいなね感じになりましたけどね。でそのメインがねオムレツと、あとこれチキンも添えてあるんですけど、オムレツはねちょっと固めかなっていう、固めというかね、表面がちょっとかさついてたので乾燥してるような感じになってたんでね、
どうかなと思ったんですけど、ちょっとオムレツが固めではありましたけど、ちゃんと美味しくいただきましたし、ちょっとこのねガーリックブレッドはねさすがに他の、エアラインよりは若干落ちるなっていう、クオリティとしてはちょっと落ちるなというような感じではありましたが、ただこのチキンも結構美味しかったんですよね。シンプルにね塩コショウで焼いただけだったと思いますけど、普通に美味しくて、オムレツも表面はねちょっと乾いてましたけど、普通にね美味しくいただきましたね。はい。なのでね急に朝ごはんの、動画にはなっておりますけれども、最後ねコーヒーを最後いただいて、締めという感じになるんですが、フライトがね3時間遅れたっていうのもありまして、1回目の機内食食べてもう横になろうと思って横になったんですけど、結局 6,7 時間寝てましたね。結構寝ましたっていう感じです。僕の中では 6,7 時間って睡眠が長い方なんですけどね、快適に揺れも少なくて、快適に過ごしましたけども、今回初めてねシャーメンエアラインズのビジネスクラスを利用させていただいたんですが、シンガポールシャーメンパリっていう形でね、利用しましたが、片道の値段が、1350-60ドルだったと思うんですね、片道で。帰り違うエアライン使うので、往復で取ってないんですけど、今中国系の航空会社が多分検索すると結構一番安めで出てくるんですね。で中国東方航空だとか日本からも一緒だと思います。中国東方航空だ、このシャーメンエアラインズだ、中国国際航空とかねいろいろありますよね。南方航空もありますけど、ヨーロッパ行く時は中国系のね今航空会社はロシアの上空を飛べるっていうのがあって、迂回しなくていいんで意外に経由であってもねそんなに苦にならないんですよね。スムースに引き継ぎじゃないや経由便接続便がねあればそんなに苦ではないっていうこともあったので、3時間遅れさえなければ僕もねラウンジで2時間半から3時間滞在して、そのままこの便に乗ってたと思うんで、利用価値はねヨーロッパ行く際はあるのかなと思います。値段もね1300ドル400ドルだったらそんなに高くないんでね、他のエアラインはもう2000ドル超えたりざらにあるんでですね、なので利用価値としては今はねそこそこあるのかなとは思います。はい。でねパリに到着しまして、ここからちょっとネタが変わるんですけど、今これイミグレなんですね。シャルル・ド・ゴールのイミグレなんですけど、めちゃくちゃ並んでたんですよね。で僕この後パリからまた接続で飛ばなきゃいけないので、これ終わったなと思ってたらまさかのね300人以上ごぼう抜きしましたね。でそれは理由としてはねスカイプライオリティがあった、ビジネスクラスだったので、その時点でねプライオリティレーンイミグレのプライオリティレーンが使えたのと、あとパリはね日本だとかアメリカだとかカナダとかちょっと何カ国か忘れましたけど、さらにねイミグレーションがスムースにいくように優先レーンがあるんですね。その国籍を持ってる方の優先レーンがあるので、ダブルで、プライオリティレーンを利用できたみたいな感じで、結果的にイミグレはね、15、6分で終わっちゃいましたね。なので、接続便にも間に合ったと、なんとか間に合ったっていう感じなので、3時間遅れてましてね、5時間ぐらい接続便の時間を取ってたんですね。5時間半かな取ってたんですけど、3時間遅れてもう残り2時間半弱しかなかったとこだったんですけど、本当に助かりましたね。プライオリティ2段階で使えたみたいな感じで、ただそれでも今急いでシャルル・ド・ゴール広いんでね急いで移動して
もうバチャコーヒー、お土産のバチャコーヒーの紙袋ももうボロボロになりながら行っておりますけどもね。なのでパリからまた移動される方でね、一回入国しなきゃいけないっていう方はね、ちょっとお気をつけになった方がいいと思います。イミグレは今混雑しているので、余裕を持ってね、接続便手配された方がいいんじゃないかなとは思います。そんなわけでね、そういうのも全部ひっくるめて、プライオリティレーンが使えるとか、入国の時にね、そういうのを全部ひっくるめて、シャーメンエアラインズのビジネスクラス、手配してよかったなと思いますし、よく眠れたんでね、1300ドル400ドルであれば出す、ね、支払う価値があるんじゃないかなと思います。てなわけでね、今から私はもう一便乗ってね、アイスランドに移動しようと思います。本日もご視聴誠にありがとうございました。